プロンプトが全然言うことを聞かない。そんな時は消す、書く、化けるの3ステップで完成するこの加工テクニックを試してみてください。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は Photoshop を使って AI ハイブリッド型の加工方法について紹介していきたいと思います。皆さんも経験あるんじゃないでしょうか。 AI で画像生成してみたもののなんだか残念な画像が出力されたケース。例えばこの招き猫の画像です。これ2026年2月時点のチャット GPT で生成したものなんですが、いかにも AI が作りましたっていう感じが残念ですよね。日本文化をあまり知らない人が作ったような何か偽物感がある上に、どこの何素材で作られているのかわからないこの質感と、残念ですよね。で、これをプロンプトだけで修正しようとして、あれを修正これを修正といろいろやってるうちに、気づけばめちゃくちゃ時間が経っていたなんていうことも珍しくありません。そこで使いたいのが今回の AI ハイブリッド型の加工です。消す、書く、化けるの3ステップで確実に作業を終わらせます。そして今時のプロっぽく仕上がります。さて、一体どんな手順なんでしょうか。本編で紹介していきたいと思います。そして今回の動画には YouTube の新機能クイズを用意してみました。今見ている動画の横や概要欄の隣にクイズという欄があるはずなので、ぜひ挑戦してみてください。なお、少しバグがあってうまく表示されない場合もあるかもしれません。そういう人はごめんなさい。で、この動画のクイズは今回紹介する加工の名前についてです。ザラザラした質感や汚れたなどの意味合いを持つアナログ感の強い加工スタイルを何と呼ぶでしょう。正解は動画の最後に発表します。それまでに答えてみてください。では行ってみましょう。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。加工の始め方。それではやっていきたいと思います。まずこちらは私が実際にチャット GPT で画像を生成した時の画面です。黒いリアルな招き猫の画像を生成してということで生成されたのがこちらなんですが、なかなか言うこと聞かなくてですね、妙に毛並みなんかを描いてしまい、なかなかうまくいかなかったんですよね。で、いやいやそうじゃないよっていうことで、白い背景で毛並みはないつるっとした置物の招き猫なんだよっていう、そういったところを指示したら、またこんな感じで謎の質感でいかにも AI っぽい画像が出来上がってしまいました。なかなか意図が伝わらずにモヤモヤする展開が続いてしまいます。これを延々と続けてもイメージを言語化するのは大変なので、もう諦めました。 AI に完璧なものを作らせるのはやめて、このイケていない招き猫を土台にして自分でかっこよく仕上げていきたいと思います。で、こちらが Photoshop の画面です。ファイルを開いたら早速始めていきましょう。まずは一旦被写体を選択します。で、レイヤーマスクで切り抜きますと。で、塗りつぶしまたは調整レイヤーを新規作成から2回超過を選びます。これを選択すると画像が白と黒の2色だけで表示されます。で、プロパティを見てもらうとこういったグラフが表示されていますが、この2回調というのが一定の明るさを基準に、それより明るいところは白に、暗いところは黒にとバッサリ切り分ける機能のことです。このグラフが暗い部分が多いということを表しているんですけれども、ここは理屈で考えるよりスライダーを横に動かしてシルエットが一番よく見えるあたりに合わせましょう。感覚的にいくのが正解です。で、ここから自分好みに仕上げていきたいと思います。焼き込みと覆い焼きでは、この状態からより自分好みにカスタマイズしていきたいと思います。で、この2回超過の
ディティールを調節するときに使いたいのが覆い焼きツールと焼き込みツールです。ざっくり言えば覆い焼きは明るくするツール、焼き込みは暗くするツールです。先ほどの2回超過で一定の基準を超える部分は白くなるという設定になっているんですが、覆い焼き明るくするツールでなぞってあげるとディティールが出てきます。逆に焼き込みツールでクリックしていくと暗くなる、つまりは黒がどんどん増えていきます。つまり自分の手でどこを黒にするのかどこを白にするのかが自由に決めていくことができるんです。これが AI と人間のハイブリッドな加工方法です。私は今黒の招き猫でやっていますが、画像によっては明るさ、コントラストなどを設定して、これで一発で設定してあげるのも簡単かもしれません。ただ今の手法だとこんな感じで元の画像を直接編集することになって非破壊編集ができなくなります。やり直しが効かないってことですね。そこで次の方法がおすすめです。塗りを追加する。非破壊編集、いわゆるスマートオブジェクトを維持したまま自由に焼き込んだり自由に編集したい、そういった場合はベタ塗りレイヤーを1枚挟むのが私のおすすめです。先ほどと同じ塗りつぶしまたは調整レイヤーを新規作成からベタ塗りを選びます。でベタ塗りをダブルクリックしてこちらの明るさを 50% に設定します。レイヤーマスクはいらないので削除。でこのベタ塗りをオーバーレイにします。ベタ塗りのレイヤーは2回超過の下に移動します。でこのベタ塗りの部分に焼き込み覆い焼きをやっていくと、これははい OK でラスタライズしますと OK です。でこの焼き込みをやっていくと同じ効果になっていきます。非破壊編集ができるってことですね。焼き込みも自由に設定していくことができますと。ひげは見えてほしいので増やしていきます。目の周りは焼き込みを増やしてシンプルな書き込みにしていきます。こんな風に自分好みの書き込みを活かしていくことができるんですね。耳毛も自由に増やしていけますと。ディティールを復活させていきます。手の形も顔の輪郭も復活させたいところ、消したいところを自在に変更していくことができる。あとはもう必要なところを残し、いらないところを削っていく作業ということになりますね。仕上げの配色では仕上げです。2回調でイラスト化したこちらの猫を仕上げで色をつけていきたいと思います。こちらも塗りつぶしまたは調整レイヤーを新規作成からグラデーションマップを選びます。白黒反転しましたが一時的なもの、人によって違うかと思います。でレイヤーマスクサムネイル削除します。でプロパティに表示されるこちらのグラデーションで色を設定していきます。でこのカラー分岐点というこちらのスライダーで色を設定していきます。ここは自分の好きな色を選んでいきます。仮でこちらの青にしたいと思います。でこちらの今黒で表示されている方ですね。黒に表示されている方の色を変更していきます。ピンク色でいきたいと思います。こんな感じかな。青の色をもう少しはっきりさせて、いい感じですね。こんな感じで2回超過したものでもグラデーションマップを使うことで自由に色を変更していくことができますということですね。
で、被写体を選択で選択範囲を変更、境界線。これで選択範囲を縁取ることができます。10ピクセルとかでいきましょう。今回は10ピクセルとかでいきたいと思います。これで新規レイヤーに白い塗りを設定しておきます。この境界線を作成しておくことで背景との区別が自由につくっていう形になりますね。ですので背景にグラデーションを設定してもこんな感じで埋もれることなく表示することができます。お好みでここのグラデーションにはフィルタ、ピクセレート、メゾティントで短いストロークなどをかけてあげるとより質感がプラスされて雰囲気が良くなっていきます。こうして完成したのがこちらです。ということで完成です。どうでしょうか。イケてない AI 画像からいい感じに汚れやレトロ感が加わり今っぽく仕上がったんじゃないでしょうか。今回のポイントは3つです。1、消す。2回超過を使って余計な情報や気に入らないディティールをバッサリと消し去ります。2、描く。覆い焼きツールや焼き込みツールを使って光と影を自分の手で描き込みます。3、化ける。質感とコントラストが整理された瞬間、ただの AI 画像が新しい表現スタイルへと変わります。ぜひ皆さんも消す、描く、化けるのステップで自分の作品を昇華させてみてください。さらっと紹介してみましたが、今回のこの手順は AI に使われる側ではなく AI を使いこなす側の発想だと思っています。ぜひ一度練習してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。おまけ、クイズの答え合わせ。それでは動画冒頭に出したクイズの答え合わせです。正解は1番のグランジです。グリッチと迷った方は惜しかったです。どちらも乱れを表現するような言葉ですが、グリッチはデジタルなバグやエラーを指します。対してグランジは今回のようなアナログ特有の汚れやスレを指す言葉です。今回はアナログ感の強い加工という問いだったので、グランジが正解となります。